はよんかーバブルンだよ。今日はパズルボブルシリーズの紹介。第3回の今日はパズルボブル3を紹介するよ。パズルボブル3はアーケードゲームで1996年に登場。その後、家庭用ゲーム機にも移植されるんだけど、セガサターンだとパズルボブル3、プレイステーションではパズルボブル3デラックス、ニンテンドー64ではパズルボブル64と、それぞれタイトルがちょっと違うんだ。セガサターン版だと、通信対戦でリアルタイムで戦えるネットワークゲームモードがあったり、パズルボブル64だと4人対戦が可能なマルチプレイヤーモードがあったりして、それぞれのハードでちょっと違ったりするんだけど、今回はプレイステーション版のパズルボブル3デラックスのゲーム画面で紹介してくね。初代パズルボブルではバブルボブルの敵キャラが、パズルボブル2ではオリジナルのキャラクターが登場してたけど、パズルボブル3では他のアーケードゲームをモチーフにしたオリジナルのキャラクターも登場するんだ。いたずら好きなドランクが僕たちの世界に魔法で連れてきちゃったみたい。一人でパズルで遊ぶときも、対戦で遊ぶときも、僕だけじゃなくて他のキャラクターも選べるんだ。アーケード版ではおなじみの一人でパズルと、一人で対戦、二人で対戦があるよ。一人でパズルは、パズルボブル2と同じでゾーン制。5ラウンドごとに、次のゾーンに進むルートを選択できるんだ。パズルボブル3では、新しくレインボーバブルっていう特殊なバブルが登場するよ。レインボーバブルの隣のバブルが消えると、消えたバブルと同じ色に変わるんだ。どの色のバブルを先に消すかでスムーズに攻略できたり、ハイスコアを目指したりと戦略性が深まったよ。あと、これまで左右の壁にしかバブルを反射させられなかったんだけど、現状でもバブルを反射させられるようになったんだ。今まではバブルは天井にくっついていたんだけど、この変化でバブルは必ず視点ブロックにくっついて現れるようになったよ。視点ブロックは周りについてるバブルを全部消すと消えるんだ。これまではこのバブル使わないなっていう時も仕方なくどこかにバブルを投げてつなげなきゃいけなかったんだけど、うまく天井にバブルを当てるとそういうバブルを捨てることができるようになったんだ。一人でパズルでゾーンを選ぶときに敵がいるゾーンを選ぶと敵と戦うゾーンに進めるよ。バブルをたくさん消して左のグラフをいっぱいにしてバブルを全部消せればラウンドクリア。他とは少し違うルールで楽しめるんだ。対戦モードはおなじみのルールだけど、キャラクターごとに相手を攻撃した時にフィールドに送り込むバブルの種類が違うよ。僕だったら8色のバブルをランダムに送るんだけど、チンクルはレインボーバブルだけを送り込んだり、スーパーソニックブラストマンは厄介なお邪魔ブロックを一緒に送ったりするんだ。家庭用版だと他にもいろんなモードがあるよ。チャレンジモードはいろんな条件でプレイして全ステージをクリアすると難易を認定してもらえるモード。自分の腕前を測れるから腕試しにもってこいだね。とことん対戦モードはコンピューターと戦って何連勝できるか競う対戦モード。最後にパネルグラフィックが出てくるよ。コレクションモードは全国のプレイヤーのみんなに作ってもらったステージで遊べるモード。はがきで応募してもらって集めたんだって。今とは違ってアナログな時代だよね。そんなステージがなんと全1025面も収録されてるんだ。実は自分の作ったステージが収録されてるんだって人いる？エディットモードは自分で自由にステージを作れるモードだよ。作ったステージはすぐに自分でテストプレイして試せるんだ。パズルボブル3の
隠しコマンドもみんなにこっそり教えちゃうね。タイトル画面で、丸、左、右、丸を順番に押すと、画面右下にドランクが現れて、一人でパズルモードで、アナザーワールドを遊べるよ。普通のステージとはバブルの配置がちょっと違うんだ。あとは、一人で対戦を普通や難しいの難易度でコンティニューなしでクリアしたり、とことん対戦で7連勝したりすると隠しキャラが出てくるんだ。どんなキャラクターかは頑張ってクリアして確かめてみてね。以上、パズルボブル3の紹介でした。次回はパズルボブル4を紹介するよ。楽しみにしててね。またねー。